こんにちは、アカデミアの富雄です。富雄アカデミアニューベーシックは第11回になります。今日は基礎ウルフカットを簡単で失敗なくカットできる方法で行います。以前紹介しましたディスコネクションウルフカットニューベーシック9で行っているカット方法でカットしていますので、そちらもぜひご覧ください。2セクションでつなげないカットの仕方と、今回のようにつなげたカットの仕方と何が違うのかも見ていただくと理解できます。過去動画も合わせてご覧ください。2つのカットの違いが分かるとバリエーションが増えます。ぜひトライしてみてください。はじめにこのチャンネルは世界各国の言語に対応しています。多くの言語は自動翻訳はできますが、まだまだ完璧とは言えません。ですが大体のニュアンスは分かると思います。比較的正確に英語、中国語、韓国語、スペイン語、タイ語、ヒンディー語にはチェックして対応しています。合わせてご覧ください。では、はじめに仕上がりデザインをよく見ていただき、全体像を頭に入れてください。イメージができましたら、早速始めていきましょう。では、動画をご覧ください。まず、ブロッキングです。センターで分けます。このこめかみからバックの頭が一番出ているところの少し上に向かって、床に対して平行にバックセンターが少し下がるように、このように取ります。第1パネルは耳の付け根に向かって図のように取ります。パネルの引きは床に対して平行もしくは上に引き上げます。長さの目安は下側の紙が顎ラインぐらいになるようにカットします。この時左右のパネルの引く角度は頭の側面に沿って引き、図のように外側や内側になりすぎないように引きます。図のように頭を四角くイメージしたとき、この側面に沿って引きます。次のパネルは同じようにパネルを引き、ガイドに合わせてカットしていきます。バックセンターまで3等分ぐらいでカットします。反対側も同じように取りカットします。左右対称かどうか確認後カットしていきます。カットができましたらバックをカットします。バックは肩より少し下で床に平行にワンレングスにカットします。バックセンター三つ襟幅でパネルを取りガイドを作ります。そして両サイドを床に平行にカットします。前頭部と後頭部を分けております。慣れないうちは横から見て図のブルーの線、バックセンターにガイドを作ります。長さは横から見て耳の半分ぐらいの長さに今回はしておきます。はい、ガイドができました。横からバランスを確認して OK でしたら、ここからレイヤーをカットします。センターのガイドから下のガイドに向かってレイヤーにカットします。襟足の厚みを考えて下のガイドとつなぎます。
次のパネルも縦スライスに近い斜めスライスに取り、バックセンターライン方向に引き、ガイドとつなぎます。次は前頭部と後頭部を分け、ヘムラインの厚みを残し、図のようにパネルを取ります。図の赤矢印、バックのガイドからこのようにカットします。フロントサイドも斜めに取り、バックの延長線上でパネルの角度を上げてカットします。フロントサイドは下の厚みを残し、パネルを引き上げ、図 A をガイドに床と平行にカットします。反対側も同じようにカットします。こちら側も図解の A をガイドに床に平行にカットします。できましたらトップセクションをカットします。前頭部と後頭部を分け取ります。バックセンターモヒカン部分のパネルを取り出し、床に平行に近い感じで下のガイドの延長線上でカットしていきます。パネルの取り出し方は、次はこのように、そして次はこうといった感じにパネルを取り出します。ガイドができましたので、センターのガイドをもとに縦スライスに近い斜めスライスでカットしていきます。フロントサイドも同じように下をガイドにカットしていきます。
パネルの取り方はこのように取っていきます。反対側も同じように、まずはバック部分をカットします。はじめのうちはここでバックサイドの長さを確認し、フロントサイドのカットに入ります。左右同じ引き方でカットを進めていきます。次に前髪をカットします。前髪センター部分を目尻幅に取り、パネルを引き上げ、目が少し隠れる長さにカットします。目尻の上がったラインで前髪部分を取り出し、両サイドの長さをカットします。頭のトップ部分、このように櫛を置き、ここから前髪中心部の毛束を取り出し、角度を引き上げ、前に段差をつけて軽くします。次にフロントサイドに向かってバイアスにパネルを取り出し、このようにカットします。そしてフロントサイドとブレンドしていきます。もちろん反対側も同じようにカットします。できましたらトップ部分のパネルを取り出し、トップの角をカットします。その位置で前髪側の髪も引き上げカットしておきます。バック部分のトップは頭を四角くイメージして、鉢回り部分を対角線上に引き出し、角をカットしていきます。フロントサイドに向かって角をカットしていきます。
反対側も同じように角をカットしていきます。ウェットでのカットの終了になります。では乾かします。乾きました。立体感や軽さ、動きを出すためにここからドライカットしていきますが、今回はこのまま仕上げます。仕上がってきました。仕上がりです。はい。基礎ウルフカットをできるだけ簡単にカットしました。以前紹介しましたディスコネクションウルフカットニューベーシック9のカット方法でカットしました。一つのカット方法がわかると、あとは自分のアレンジの仕方で、今回のようにつなげたカットスタイルや2セクションでのディスコネクションカットでバックのポイントを長くするなど、いろいろなシルエットのスタイルを作ることができます。使い分けていろいろなバリエーションを増やしてみてください。今回は基礎ウルフカットをできるだけ簡単にカットする方法を紹介しました。僕の美容経験が皆様に役立つチャンネルになれば嬉しいと考えています。では今回の動画が参考になりましたら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。